はいってなったのが、ポジティブの秘訣教えてほしいですということなんです。今年のクリスマスは何するんですか？やりたいことがずっとないのが悩みです。どうしたら見つけられますか？好きなアーティストのライブで一番目立つには何したらいいんでしょう？お金使いすぎたって時ありますか？ある。こんにちは皆さん、上野ありさです。今日は Q&A をやっていきたいと思います。ちょっとお家も後ろめっちゃ Spotify なんだけど、今月も質問ありがとうございます。なんかこの間フリマかなんかやった時に一回も Q&A 拾われたことなくてって言われて、ごめんってなって、もう本当にたくさん毎月ね質問お悩み送ってくれてみんなありがとうございます。この企画ちょっとどうしよう、もうやめようかなとか思った時もあったんだけど、私的にはコスパがいいというか、パパッと30分で撮れてみんなとの交流もできていいコンテンツだとは思ってるんだけど、どうなんだろう、みんな Vlog 見たいのかなとか思ってたら、Q&A が好きですっていう声をたくさんね実際に会うといただくことが多いので、来年も続けていけたらなと思います。では30分タイマーかけて用意ドン。来年行きたい海外はどこですか？来年行きたい、アフリカ行きたいってずっと言ってるんだけど、サファリツアーとかサファリに泊まるやつとか行きたいんだけど、どうだろうね。なんかちょっと10月からいきなりドドドドドッと忙しくて、来年もこの感じがもしかしたら続くかなという感じなので、プランちょっと自分でやんなきゃいけないんだけどね、フリーランスだからちょっとどうでしょうって感じだけど、行きたいな。あとは普通に寒い島行きたい。寒くなってきたのでシャレではないんですが、寒くなってきたので寒い島に行きたいって一生ダジャレになっちゃうんだけど、暖かいところにね行きたいので寒い島に行きたい。ダジャレじゃないです。これさっきパワーパって読んでてはいってなったのがあったんですけど、ずっとダイエットが頭から離れません。 SNS には痩せてる人ばかり。ありささんのお友達もびっくりマークって来てて、はいこれすごい失礼じゃない？頭から離れないダイエットが SNS は痩せてる人ばっかり。ありささんのお友達も。ありささんありささんはこれ結構失礼だと思うんだけど、多分悪気なく書いてんのかな。悪気なく書いてても、仮にじゃあ友達との会話でてかマジでさ、もうダイエットのことばっか考えちゃうんだけどみたいな、マジさインスタとか痩せてる子ばっかじゃん、てか誰々ね、あなたの友達もみんな痩せてるじゃんって言われたら結構って私はなっちゃうから気をつけて。あと私は別にダイエットは一年中ダイエット、人生ダイエットです。痩せたことはありません。次です。コーヒー好きなありさちゃん、インスタントコーヒーとか飲むってことなんですけど、インスタントコーヒーは飲みませんね。もう本当にオプションがなくても飲まないな。インスタントコーヒーって何？粉のやつだよね。飲まないな。家でエスプレッソとかそういう、あとはコーヒー豆で入れてとか、そもそもホットをあんまり飲まないからアイスがいい人なんだけど、インスタントはほぼ飲まないですね。なんか甘いイメージがあって、甘いコーヒー好きじゃないので飲まないですね。あとめちゃくちゃ多いのが、ポジティブの秘訣教えてほしいですということなんですけど、ポジティブの秘訣は、性格なんだよね。これこの間ママともゆっくり話してて、ママはめっちゃポジティブなので、なんだろうな、多分性格かな。あとはなんか、例えばじゃあネガティブに悩んでて良かったことってないの？33年間生きてきて、皆さん明日誕生日です。この動画が上がる次の日誕生日です。おめでとうコメントお待ちしてます。まだ今日は33歳でございます。そう、33年間生きてきて、ネガティブで得したことってないの？多分それを自分は学んだ気がする。意識しないで学んでたのかもしれないし、秘訣ね、ポジティブになりたいってことだよね。ポジティブに、ちょっと待って、待って、私セーター燃えてた今さ。ここだ。臭い。大丈夫？消火活動。今充電器を取るために手伸ばしたら焚いてたキャンドルで燃えた。やばい。多分大丈夫かな。怖い。キャンドル消した方がいいけど、これさ燃やしたいんだよね。このキャンドル一定になってないの。大丈夫かな。すんごい臭いんだけど怖い。なんだっけ、なんなの。タイマーも止めちゃった。一回タイマーもして、ポジティブの秘訣だって秘訣ね、ポジティブになりたいってことだもんね、みんなが。なんかポジティブでいることによって良かったなっていうことが増えていけば、自然とそういう思考になんないかな。私はなんかそんな気がする。なんか結局自分の経験というか、ネガティブでいていいことってないよね。時間ももったいないし、あと嫌なことがあっても長くは続かないから、嫌なことって。だったらすぐ切り替えてっ
た方がいいんじゃんっていうような風に思っております。そうだ、一番最初の質問をいつも拾うんだけど、今回もすごい多いですね。じゃあ一番最初の質問、今更だけど、今年のクリスマスは何するんですか？何しようね。何も決めてないや。何にもプランがなくて、どこも混んでるからね。でも普通に家でご飯作ってマイルズとクリパーみたいな感じかな。プレゼント交換とかすごい楽しいんだけどね、なんかもうみんな大人になっちゃったからね。去年が大きな行事があったので、プロポーズがクリスマスだったので、なんかできたらいいな。なんかフィンランドにまつわることしてもいいかもね。混みそうだけど、フィンランドでプロポーズしてもらったから、フィンランドにまつわることとかしてもいいかもみたいな思ったり思わなかったり。今度の冬もニセコ来ますかということなんですけど、今回はニセコじゃなくてキロロに行きます。再来週あたりに行きます。予定管理で大切にしてることありますか？忙しそうなのにこなしていてすごいです。ありがとうございます。もうでも本当に iPhone のカレンダーだね、基本スケジュールは。でなんかさ、前の Vlog でも載せたんだけど、なんか予定を間違っちゃったりとかが続いてます。あれ以降ないんだけど、ちょっと気をつけるようにはしてるけど、あと最近ちょっとピラティスとか行けてないのね。ピラティスも言うたらスケジュールじゃん。自分の管理、体の管理っていう意味でピラティスだったりエステだったりとか言ってたんだけど、マジでちょっと仕事が詰まりすぎてると、その時間ゆっくりしたいっていう風になって、全然なんかだから入れられてなくて、で12月はまだ10月11月よりちょっと落ち着くので、ピラティスとかエステとかもちょこちょこ入れたいんだけど、もう本当にバタバタすぎて、だったら家早く帰って、家でやることも多いからさ、なんか作業とか連絡返したりとか、やっぱあと車移動が本当に良くない。なんかこれ私の忙しい口みたいになっちゃったんだけど、忙しいのは本当に大好きで、むしろこれがずっと続いてほしいって思うんだけど、そうはいかないだろうからね。波がある仕事なので。何の質問の答えだしようだよな。予定の管理は本当 iPhone のカレンダー、Google カレンダーです。前の日から気合い入れてもどうしてもゴロゴロしちゃう日ありますか？あります。何も予定がない日とかは、やらなきゃいけないタスクをこなさなきゃとか思っても結局ゴロゴロして夜になっちゃったりとかもあるし、あと前の日にそれこそモーニングメソッドじゃないけど、朝は何時に起きてあれするんだみたいな、朝を楽しみにならなくちゃみたいな思っても全然11時とかに起きちゃったりとかするから、全然あります。私全然朝とか弱いし、朝からこんななんか 100% みたいな感じじゃないので、でも朝めっちゃ動くと本当にやっぱその日の流れがすごい良くなるから、本当モーニングメソッドの本とかもすごい大事だし、朝グダグダせずにちゃんと早く起きて朝やるべきことを日の出てる時間にやるのってすごい大事なんだなって思うんだけどね、なかなかですね。この間香港のファン見に来てくれた子から、化粧した後に鼻かみたくなった時にがっかりしませんか？どうやって鼻かんでますか？もうでもしょっちゅうだね。しょっちゅう化粧直後とか化粧中とかに全然鼻かむし、しょうがないから鼻が出ちゃうのはだから鼻かんでお直しするみたいな感じかな。肩こりとか体の疲れを取るために何かしてますか？エステとかマッサージに行くのと、最近やっぱ冬はなるべく湯船に浸かるようになりました。変わりました、上野さん。あとなんか彼氏に嫉妬してる系めっちゃ多いね。いつマイルズで嫉妬がなくなったかとか、嫉妬ばかりしちゃうけどどうしたらいいですかみたいなのが結構こうスクロールしてると出てくるんだけど、もう嫉妬はしょうがないよ。今はもう全く焼かないけど、マイルズにはだけど嫉妬心があるから好きなんじゃないの？最初はね。結局恋愛ってさ、なんか人として好きっていうのと恋愛として好きっていうのの違いって私は嫉妬かなって思ってて、別に嫉妬を正当化してるわけじゃないけど、別に嫉妬するのって悪いことじゃないっていうか、やきもちなんて当たり前に焼くし、じゃあ例えばなんかいい感じの人とかがいて付き合う付き合わないとか迷ってたら、この人が他の人と付き合ったら嫌だなとか思ったら私は付き合うべきだと思うし、ポジティブな感情ではないけど100ネガティブとは私は思ってなくて、ただその嫉妬による行動っていうのは結構醜いものがあったりするから、それは気をつけるべきだけど、やきもちっていう気持ち自体は別にいいと思うし、それに伴う行動がどういうもんなのかっていうのはすごいでかいと思うんだけど、でもダメなの？嫉妬しちゃう。3年ぐらいかかったかな、本当に嫉妬が消えたのは。けどやっぱ嫉妬してる時の方がカップルっぽいんじゃん。今は別にマイルドも本当に何もない人だから想像ができないけど、全然いいアドバイスができなかった。だけど100ネガだとは思わないです。あとこれ系も結構毎月のように来るんですが、この子は22歳ですね。やりたいことがずっとないのが悩みです。どうしたら見つけられますか？ということで、やりたいことがある人の方が絶対少ないと思うんだよね。やりたいことがある人のやりたい
気持ちレベルも結構人によって様々だと思うから、もう絶対これ以外じゃ私は生きていけないっていうぐらいの人もいれば、今あるオプションの中だったらこれがやりたいなっていう人もいるから、みんながみんなその 100% の熱量でやりたいことをやってるっていう風には絶対思わない方がよくて、もしね22歳でやりたいことがないけど今選択肢があるんだったら、その中から今やりたいことっていうのはそういうちっちゃいステップで、この中から今やりたいこと、この中から今やりたいことっていうのの積み重ねで好きなこととかが見えてきたり、意外と私これ向いてんじゃないみたいな風になるかもしれないから、やりたいことが、あるに越したことないし、あってそれができるってすごく素敵なことだけど、それってすごい幸せなことで、なかなかみんながみんなそうじゃないっていうのを思ってたらいいかも。好きなアーティストのライブで一番目立つには何したらいいでしょう。やっぱりなんかボードみたいな文字があると結構パッて見るらしいけど、私がいつも思うのは、これみんなに教えたくないし、やったことないんだよ。やったことないし、もしかしたらすごい後ろの人とかに多分迷惑だから絶対やらない方がいいんだけど私はいつも思うのが、自分を見てほしかったら自分にライトを照らすの。ステージ、DJ とかもそうなんだけど、照明バンバンだから結構見えないの。お客さんの顔とかって暗転したりとか、ちょっと客席の方とかが明るくならないとお客さんの顔ってあんまりよく見れなくて、だけど例えば自分のことを例えばじゃあこうやって写メ撮ってる子たちがいてフラッシュが焚いてたらその子たちの顔見れるし、だから自分のことをこうやってライトで照らしたら顔見えるじゃんって思ってたし、いつもそれ TWICE のライブとか行った時にって自分のことをライト照らしながらってやりたいんだけど、そんな勇気はないし、どんだけお前自分なのみたいな感じだけど、それいつもライブでやりたいって思うんだよね。そうだから多分文字とかが目に入るっていうのは、確かに暗い時に顔はよく見えないけど文字だとなんとなくパッて見えたりするから、きっと後ろの人に邪魔にならないボードとかうちわとかはいいんじゃないでしょうか。来月から留学でシドニーに行きます。英語を話せるようになるには何が一番重要ですか？使うこと？やっぱり日本人って勉強癖があって、私も勉強で覚えたタイプだから、リスニングだったり E メールだったりは結構得意だったんだけど、実際に話すってなった時に全然言葉が出てこなかったりとかがあったから、もうぐちゃぐちゃな英語でもとにかく使うっていうのが本当に大事だから、勉強って後からでもさできる、後からっていうかなんか自分の個人でできるけど、自分が喋るっていうことは対人にじゃないとできない。一人で喋って練習するってこともできるけど、なかなかそれって直してくれる人もいないし難しいから、喋る、とにかく恥じらいを捨てて喋ることが大事かなと思います。私も夫のことが大好きなのですが、夫がいなくなったら生きていけないとまで思っています。誰か一人に依存しないように何か心がけていることありますか？依存していいんじゃないの？だって夫婦だから。マイルズいなかったら生きていけないし、絶対私の方が先に死にたいし、無理って感じ。マイルズが死んじゃってる、どうしようとか寝る時とか考えるぐらい、それって依存するよね。だって家族だもん。だって普通にさ、自分の親が死んじゃっても生きていけないって思うぐらい、考えるだけで胸が苦しくなって辛くなることで、親とか兄弟とか家族、それが自分が選んで家族になった人なんて、そんなの当たり前になおさらじゃん。誰か一人に依存しないように。依存っていう言葉って合ってるって、でも今言ってる意味はわかるな。ただマルといなくなったら無理だけど、生きていけないけど生きていけちゃう気がするそんなことは起きないでほしいし、私の方が先に死にたいんだけど、自分の趣味とか自分の友達とかとの時間もちゃんと作った方がいいと思います。私たちはそれがあるから、別にごめん私ご飯だからとか、向こうも俺いついつご飯入れてるからとか、そういう感じでお互い自由にしてて、じゃあ一緒にいる時はじゃあご飯お家で食べようとか、私がじゃあ仕事遅いからもう帰ってから適当にウーバーでも食べるわとか、一緒に住んでるからさ、コミュニケーション毎日あるし、自分の時間とかお互いの交友関係とかはちゃんとなくさずにいた方がいいのかなと思います。風邪の引き始めにする対策、マヌカハニー、青汁、ボコとデコの青汁、赤い系のドリンク、なんか健康ドリンクみたいなの飲む。次の日朝起きて、うわ風邪だってなったら即病院行きます。私は何でも処方薬で治したい人だからだから日本って病院めっちゃ安いじゃん。それもあってすぐ病院に行く。市販の風邪薬とかじゃなくて病院の処方薬を飲むようにしてます。リサさんが使ってる SIM カードって何でしたっけ？海外旅行行くので知りたいです。 SIM カードではなく eSIM ですね。エアアロです。こちらのクーポンコードぜひ使ってください。私も3ドルもらえます。
有田さんがスキンケアで一番大事にしてることは何ですか？保湿ですね。もうとにかく保湿。私はすごく乾燥肌だし、小じわとかも増えてきてるし、保湿を心がけていて、あと化粧水をたっぷりつけることがすごい大事だなって思ってて、一回バシャバシャバシャってやってたくさんをつけて、後にもう一回バシャバシャバシャってやってたくさんつけるように必ずしていて、シートマスクとかするときは化粧水の後美容液のステップの代わりにシートマスクだから、化粧水シートマスク、アイクリームクリームみたいな感じでやってるので、基本もう保湿が命です。お金使いすぎたって時ありますか？ありますね。あと私は海外で結構買い物することが多いんだけど、今のこの円安による3000後半ぐらいのドルのものを買った時に、3000後半ドルね、 OK 買うわみたいな気持ちで買ったら、ピーンってカードを使ったらね、即時連絡みたいなのがアプリで来るんだけど、72万とかになってて、ってなるじゃん。で72万はてみたいな、みたいな感じになって、だから40何万ぐらいの感覚でいっちゃったの。それも私自分のせいなんだよ。自分のせいだけど、お金使いすぎたとかっていうよりは、この一つの品物70みたいなあったね。それとかそういうの結構あるわ。買った後に私ってこれ本当に欲しかった、高い買い物特に欲しかったのかな、なんで買っちゃったんだろう、また働かないとみたいな感じになることは全然ある。その日の夜ぐらいまで買っちゃったなみたいなのあるけど、だからひたすら使う、1回使うのがいくらっていう計算をするみたいなのがリールか TikTok で出てきて、じゃあちょっと割り算ができないので、じゃあ10回使ったら1回につき6000円じゃん。もし100回使ったら1回使うのに600円じゃんみたいな考え方にするみたいな。わざわざ計算しないけど、だからいっぱい使った方がそのもののお金いっぱい払ったからいいじゃんと思ってたくさん使うようにしたりしています。心が沈んでしまった時どんなことをして過ごしますか？ソファーに寝っ転がってブランケットにくるまってってやる。だけど携帯いじっちゃうじゃん、そういう時も。で結局携帯とかいじってたら可愛い犬の動画とか面白動画とか出てきて、ってなったことを忘れちゃって、キラキラなっちゃって、でまた携帯置いた時にって思い出して、ってなって寝て起きたら切り替え終わってるかな。長続きしないんだよね。あとなんか同じような質問が結構来てたんだけど、私は落ち込んでもそれが明後日まで続かないって分かってるから、もしかしたら明日もちょっと嫌な気分かもしれない、起きたら。けど明後日は絶対この気持ちなくなってるって分かってるから、別に今は今でその嫌な気持ちと向き合うけど、長く続かないって分かってるから、あんまりあれかな。けどそんな本当に大きな出来事がない限りそんなに病まないよね。小さな闇出来事みたいなのは結構全然あるし、普通に生きてて、仕事だったり友達関係はなかなかないけど、仕事だったり対人関係、友達っていうより対人関係だったり、あとは自分の体のことだったり親のことだったり家族のことだったり悩んだりする時はあるけど、ってなってマイルズに話して、マイルズが優しいからマイルズが受け止めてくれて慰めてくれて、はいおやすみなさいみたいな感じかな。そうだからあさってまで続くその悩み考えてみてください。待って、アリサさんおすすめのプチプラのアパレルブランドありますかって質問で、プチプラ2から3万円でなってるんだけど、それってプチプラなの？私のお洋服大体そんなくらいだし、しかもそれって結構ちゃんとしてる値段じゃない？ 2,3 万ぐらいのだったらめっちゃあるでしょ。めっちゃあるよ。私が好きなのはビアバンダ、シールームリン、ニット、あと韓国系が最近は韓国行った時にビジュアルエイドとかで買うのと、あとザラも普通に使えるし、あとギマグアスもそれで言うならプチプラに入るね。プチプラじゃない絶対それ、普通にセレブですそれがプチプラのあなたセレブですって感じだけど、そうだね、その辺かな。あとメゾンスペシャルとプランクプロジェクトの展示会にこの間行ってすごい良かった。めっちゃ使えるし可愛い。じゃああと 2,3 問で終わりにします。結婚前に同棲してよかったですか？また結婚前に同棲はするべきと思いますか？絶対するべきでしょ。してよかったって思うのは純粋にマイルズと一緒にいれる時間が長かったから普通に幸せっていう感じでしてよかったんだけど、だってさ、わけわかんない癖とか絶対許せないこととかあるく
くない？もしかしたら。てか絶対だって家族になるかもしれない人と同棲しないでいきなりよろしくお願いしますは結構私想像できないかも。きつい気がする。アクセサリーは定期的にケアなどしてますか？私超音波洗浄の機械を家に買ったので、楽天で普通に6000円ぐらいとか、アマゾンだったかなで買ったので、それを使ってたまに洗ってる。で結婚指輪もちょっとなんかね汚い気がして、歯ブラシとかも使うといいんだって、その洗浄入れた後に。だからそれを今日もやろうと思ってたところやってます。じゃあ次最後の質問いきます。すごい最後簡単なやつ選んじゃいました。Vlog のカメラ何を使ってますかということで、キヤノンの G7X Mark III です。コンパクトですごく持ち運びやすくて、私はこのサイズじゃないと結構きついですね。ただピントが合わない事件がすごく増えておりまして、早く Mark IV でも出ないかなと思っております。てか Mark II のが良かったんだよね、ピントが。なんでなんだろう。なんか誰かファンの子かな、誰か友達かな、なんか会った時に「てか YouTube のやつマジピント合わなさすぎてあれ大丈夫そう?」みたいな言われて、わかるもんって思って。はい、では今月もたくさん質問ありがとうございました。ピックできなかった方ごめんなさい。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。